皆様、明けましておめでとうございます。昨年は大変にお世話になりました。本年も何卒よろしくお願いいたします。2021年が始まりました。ここで皆様に発表がございます。今日から3日間、私が監督しました劇場用長編7作品、一挙にウェブで恩送り公開をいたします。私の映画はこれまで DVD 化もウェブ公開もほとんどせずに来ました。これは第3のステージというものを大切にしてきたからです。第3のステージというのは、お客様がいて、映画があって、その間に生まれる共鳴磁場のことを言います。この共鳴磁場は、そこに参加されている方々の心を変え、意識を変え、行動を促す力があります。コロナ禍の今も、このことをご理解いただいて、自主上映や劇場での公開が続いています。ぜひともそちらに足を運んでいただきたいと思っています。ですが、コロナ禍の今、お正月でお家にいなければならない今こそ、皆様にお伝えする機会だと思い、このような機会をいただきました。そして、なぜ恩送りで皆様にご提供するかと言いますと、実は私今、新作映画のゼロウェイストプラスというものを作っています。で、このゼロウェイストプラスを作っている過程で、今日もですね、実は東京湾からヨットに乗ってですね、葉山まで海を見てきました。で、その過程で今回のこのヨットの持ち主である竹本正弘さんというプロダイバーの方とお会いしました。竹本さんは40年海に潜り続けています。40年ですからね。で、その竹本さんが私にこう言ってくださったんです。今まで40年海に潜り続けてきて、最初の20年は海が本当に綺麗で、少しでも多くの人に見せたかった。ところが、後半の20年、この21世紀になってからの20年、特にこの10年、海が大変なことになっている。そして竹本さんはこうおっしゃったんです。サンゴの海が沖縄や八重山諸島、白化現象で死滅し、死滅するだけではなくて今や瓦礫化現象が進んでいる。実はサンゴは今全世界で7割がこの白化現象が起きていると言われています。そしてサンゴの海だけじゃないんです。東京湾から今日行ったこの葉山の海、湘南海岸、駿河湾、ワカメや昆布がいなくなっている。特にこの10年、磯焼け現象が進んでいる。で、このことはですね、私は蘇生という映画や蘇生2を作っているときに、今の地球がどういう状況にあるか調査していたので知っていました。
ところが、この先なんです。私がショック受けたのが。どこへ行っても、水を汲み上げて、そこの中には、マイクロプラスチック。プラスチックが含まれてる。実は今日もですね、東京湾からずっとヨットに乗って、わずか数分です。海の水を汲み上げて、それを顕微鏡で眺めると、プランクトンに混じって、マイクロプラスチック、そしてカーボン、そして時にはですね、プランクトンに化学繊維が巻きついてる。さらにプランクトンの中にもマイクロプラスチックが見られるようになっている。で、竹本さんはさらにこんな話をしてくださったんです。太平洋の沖はまさかそんなことにはなっていないだろう。ということで、実際に竹本さんは科学者のチームと一緒にミクロネシアの先まで調査に行きました。するとどうなってると思いますか？15箇所以上、エンジンを止めて海の水を汲み上げて、そこを顕微鏡で眺めたら、すべてにおいてマイクロプラスチックが見られる。まるでプラスチックのスープだって。これは偽らざる今の海の実態なんです。そして海だけじゃないんです。私は昨年11月、水源地、岐阜県のネオオッパというところに行きました。ここはですね、昔の原生林風の自然林が残されている場所です。そういう意味では自然が豊かな場所のはずなんです。ところが山、その場所、虫がいなくなってる。虫がいなくなってるってことは小動物がいなくなる。かつては森にはウサギがいっぱいいたそうなんです。今やウサギは見られません。そしてそれらを捕食するような大型の動物たちも生きられなくなります。そして今起きてるのが、山で起きてるのが、ナラ枯れ現象という。木がですね、木の実を取りますと中が空洞になってしまう。そしてそれらを食べるクマたち、餌がなくなることで人里に降りて来ざるを得なくなってくる。山も大変なことになっている。海や山だけじゃないんです。海や山がこれだけ傷んでるということは、大気も当然変わっていきます。空気の流れが変わっていきます。海水温が上がれば当然上昇気流が強くなって寒冷化が進みます。ようやく日本でおいても昨年11月19日に衆議院において気候非常事態宣言が決議されました。これによって日本国としても地球は今待ったなしの状況にあるということを認めたことになります。これは私たち一人一人が持続可能な生活の仕方、生き方、食事の仕方、農業の仕方、医療のあり方、そちらの方向に移行する時を迎えているということなんです。そしてそれらを描いた私の長編7作品、ぜひともこれを全人類に恩送りで伝えなければならない。そう思ってこの映画たちを見せることにしました。そしてなぜ恩送りでこれをお伝えすることになったかと言いますと、恩送りというのは受けた恩を巡らせていくことです。巡らせたものはやがて自分に戻ってきます。与え続けることです。与えることで私たちは受け取ることになっていくんです。もらうだけじゃダメなんです。常にみんなが与え合った時に世の中が一挙に変わっていきます。みんなが与え合えば、今のように利権を超えて全ての技術が集結して地球は蘇っていきます。大地は蘇っていきます。今こそ与え合う時を迎えているんです。誰もが
知恵を与え、材料を与え、持ってるものを与え合えば、ピンチをチャンスに変えることができるんです。そして、私たちが与え合った世界は、必ず持続可能な社会へ移行させていきます。移行することができるでしょう。そのキーワードが、ゼロウェイストプラスです。これから、この7作品のパスワードを発表します。そのパスワードは、ゼロウェイストプラスです。ゼロウェイスト。ゴミを一切出さない。そこにプラスアルファ。これをこれから伝えようと思っています。この鍵は人類を救っていくことになります。そして持続可能な社会へ移行させていくキーになります。このキーを皆様に恩送りします。このキーはこれから恩送りでご覧いただく7作品すべてに打ち込めば見られます。この恩送りをぜひとも次の方へプレゼントしてください。それはやがて巡り巡ってご自分に戻ってきます。すべてはつながってるんです。与えるものが受け取るものなんです。私たちはその目覚めの時を迎えているんです。今日私は東京の海を船でヨットで巡って、そしてその中の海の中身を見たときに、プラスチックがどこのポイントでもある。時にはですね、三角コーンだったり塗料だったり、魚たちの中にもプラスチックが検出されるようになっている。私はこの状況を目の当たりにしたとき、正直ショックでした。でもですね、危機的状況であったとしても、そこには必ずチャンスが眠っています。苦しいことが起きても必ずそこには喜びが眠ってるんです。悲しいことがあればその先には必ず深い喜びがあるんです。すべてはきっとうまくいきます。どんなことがあっても必ずそこにはポジティブなものが芽生え始めています。2021年、私はこの希望を伝えようと思います。そしてその希望を伝えるために、これから毎週トークライブでこの YouTube にて皆様に希望をお伝えしたいと思ってます。次回ですね、1月3日0時より、このすべてはきっとうまくいくというトークライブをさせていただきます。どんなにピンチに思える出来事も私たちの意識によって変えることができます。今私たち一人一人は大きく転換する時を迎えているんです。生き方を変えて持続可能な社会にしていきましょう。そして仕事の仕方も生活の仕方も考え方も持続可能な社会に移行させていきましょう。それができるのは私たち一人一人のこれからの行動にかかっています。今こそ目覚めの時です。すべてはきっとうまくいきます。それでは皆様、良いお正月をお過ごしくださいませ。
この後より7作品、大送り公開です。ぜひともご覧ください。それでは皆様、